おう、ありがとうよ。なんか照れるな。昔からそれほどダチが多い方じゃねえし、こんなに大勢からおめでとうって言われんのは初めてだ。今日は話したことねえやつまで誕生日を祝ってくれて正直戸惑ってる。まあこんな目立つ格好してうろついてりゃ祝ってくれって言ってるようなもんだけどな。朝ラギー先輩に普段からでかくて目立ってるのに今日は一段と目立っちゃってまあってからかわれた。あ、今日弟と妹から寮にバースデーカードが届いてた。おめでとうって言葉と俺が故郷に帰ったら一緒にやりたいことが書いてあったな。いくつかあったが一つはスキーだな。弟とは毎年山頂から滑ってて今年もやりたいらしい。けど7歳の妹が私も一緒に連れて行ってってせがんでてよ。山頂から一気に滑り降りる爽快さを妹にも味わわせてやりてえとは思うんだが、スキー板を担いで登るから上に行くまでがかなりハードなんだよな。カードにはいつも2人だけで楽しんでずるいとも書いてあって、まあ言ったぜ。7歳の体力じゃまだ心配だから連れて行けねえ。連れて行ってやりたいのは山々だが、俺だって山頂から滑れるようになったのは10歳過ぎてからだ。少し年が離れてるからな。弟とは5歳、妹とは9歳離れてる。弟は今年ミドルスクールに上がるんだが、どんどん生意気な口利くようになってきやがった。昔はどこまでも俺の後をちょろちょろついて回ってたくせにな。ま、少しくらい生意気な方が兄貴としても張り合いがあっていいか。からかうんじゃねえ。スキーとかアイススケートとか一通りやったが、一番得意なのはスノーボードだ。そうだな、一筋縄じゃいかねえとこが気に入ってる。スノボは板が1枚で動きを制限されるから、スキーやスケートよりバランスを取るのが難しくてよ。実際最初の頃は転んでばっかだったぜ。ま、今はそれなりに滑れるようになったけどな。最近はハーフパイプってのにハマってて。知らねえか？半円形に掘ったコースを滑りながらジャンプして回転したりポーズを決めるやつだ。今はジャンプ中に板をつかむグラブって技を特訓してる。そういやスノボには変な技名もあるんだぜ。ローストビーフとかチキンサラダとか。なんでそんな技名がついてんのか知らねえけどよ、うまそうだよな。だろ？ああ、なんか腹が減ってきたな。さっさとインタビューを終わらせてパーティーの料理食いに行こうぜ。意識は普段通りだが、いろんな感覚が敏感になるな。一番大きく変わるのは嗅覚で、人間の姿の時より何倍も鋭くなるぜ。山の麓からてっぺんにいる獲物の匂いを嗅ぎ分けたり、地面に残った匂いから誰が通ったか見当をつけたりできるんだ。おかげでクマみてえな危険な動物が近づいてくるのを事前に察知できる。便利だろ。まあ実は嗅覚が良くなって困ることもあるんだけどよ。強い匂いが近くにあると
頭がクラクラしちまう。香水とかの人工的な香りは特に苦手だぜ。人の多い学園内はいきなりどんな匂いに遭遇するかわからねえ。変身するときは気をつけねえとな。他にもか。そうだな。走るのは狼姿の方が断然気持ちいいぜ。時速60から70キロで走れっから、同じ時間でも変身してる方が遠くに行けるし、走る速度を利用すれば10メートル超えのジャンプができるのも気に入ってる。辺り一面に雪が積もった銀世界を力いっぱい駆け回る時なんか最高の気分だ。だが雪山には狼に変身してても飛び越えるのが難しい崖もある。ソリが落ちたって話も聞くしな。それに変身してる間はずっと魔力を消費し続けるんだ。いくら身体能力が飛び抜けてたとしても油断しないようにしねえと。